OK。では最後になります。ルーク・ケイジとクレアを開封した後に、このマインドレス1組んでいきたいと思いますね。では、クレアの方からいこうかな。このクレアね、顔の出来がね、えげつないんですよね。いい意味でなんですけども。よし。こんな感じだろうね。いいっすね。よいしょ。かわいい。かわいいな。ちょっと匂い嗅いでみよう。smells good。よし。では、ルーク・ケイジ行こうか。このクラシカルなコスチューム久しぶりですよね。ハズブロでは初めてなのかな。トイビズではね、ありましたよね。あっちもむちゃくちゃかっこよかった。よし。こっちもすごい楽しみだったんですけど、いいな、このクラシカルな感じ。新造形なのかな、素体的に。かっこいいな、やっぱり。よし、ではね、早速全て取り出していきたいと思います。はい、ではまずクレアの方から見ていきます。いや、これはすごいな。僕はね、長年マーベルレジェンドを集めていて、それこそトイビズ時代から集めているんですけども、この顔の出来の良さだけで言えば、間違いなくナンバーワンですね。それほど素晴らしい出来になると思いますよ。で、このクレアもね、歴史あるキャラクターなので、どこのクレアをフィギュア化したのかはちょっとすいません、わかりませんけども、それを差し引いてもね、この顔の出来の良さはえげつない。もうね、ずっと見ていられるんですよね。惚れ惚れします。本当にすごい。素体的には部分はいつもの女性素体のそれだと思うんですけども、この辺の造形を見るにつけ新素体なのか、もしくは何か他の女性素体の流用なのかはちょっと判別はつきませんけども、いや、それにしてもね、こう見てても顔に目がいきますね。神々しすぎる。一番新しめのマーベルレジェンドのドクター・ストレンジと並べるとこんな感じ。この2人は絶対並ばせて飾りたい。ダークディメンションの支配者、ドルマムーのメイ。ドクター・ストレンジと出会い結婚する。可動範囲いきましょう。まずは頭部。後ろへはここまでというかいけませんね。この髪の毛が干渉してほぼ後ろへはいけない。前はここぐらいまでかな。で、ぐるりと一周はね、回ることはできて、傾きもこれぐらいは取れると。上半身の可動はまず肩および腕は水平はここまでいけて、ぐるりと一周回り、二の腕での可動はないんですけど、このように腕の付け根で回すことができて、肘がここまでかな、ピンレスなんですけど、ここまでですね。で、肘自体でこのようにぐるりと回り、手首はこのような可動域と。胴体の方は後ろへはこうで、前はここまででぐるりと回って、腰での可動軸はなし。下半身の可動は前はここまでで、後ろはここまでいけて、股割りできて、ももにロールで、膝が二重でここまでいけて、足首後ろへはこうで、前へはこうで、このように傾き取れると。付属パーツはグーの握り手が左右分とエフェクトパーツが2つ。マインドレス1の右腕とグーの握り手。では次にカール・ルーカス、ルーク・ケイジいきましょう。先ほどのクレアの顔の出来の良さのインパクトに比べればね、若干衝撃は薄いんですけどもね、近年のマーベルレジェンドクオリティで出来はいいと思いますよ。で、何よりね、このクラシカルなコスチュームと、そしてこのヘアバンドね、これがないとね、ルーク・ケイジじゃないんですよ、個人的に。ドラマ版でね、一瞬、つけたことがあって、このコスチュームでいくかと思ったんですけど、なかったですね。当然なんでしょうけども。でね、
このヘアバンド最初開封した時中心部分がずれていて、外れ引いたかなと思ったんですけど、これね別パーツになっているらしく、修正効くんで、もし同じように感じた方がいらっしゃったらこのように試してみてはいかがでしょうか。上半身の素体はこれは心臓系なのかな、多分そうだと思うんですけどもね。でこのパックリ開いた胸元、これがセクシーでかっこいい。腰の鎖は別パーツなんですけど取り外すことはできない。この結び目がねしっかり造形されていてよくできています。他に所有しているマーベルレジェンドのルーク・ケイジと比べるとこんな感じで、身長差的にはそんなにないんですけど、フィギュアのボリューム的にはね過去のやつのがあると思いますね。いやこうやって見るとね、やっぱルーク・ケイジかっこいいな本当に。パワーマンルーク・ケイジ、無実の罪で刑務所に収監される。とある実験によって鋼のような強靭な皮膚を手に入れた後はヒーローとして活動する。可動範囲いきましょう。まずは頭部、上はここまでいけて、下へはここまでいけて、ぐるりと一周できて、傾きはこれぐらい取れるかな。肩および上半身はバタフライ機構はありませんね。水平はここまでいけて、ぐるりと一周回って二の腕があって、肘が二重でここまでかな。ピンレスですね。で手首はこのような可動域と。胴体の方は接続部は腰だけですね。胸とかにはありません。それを踏まえて後ろへはこうで、前はここまでいけて、ぐるりと一周回って傾きは取れますね。傾きもこのように取れると。下半身の可動は前はここまでいけて、後ろへはここまでかな。股割りこのようにできて、ももでロール、膝二重でここまでで、膝もピンレスですね。ブーツでのロールはなし。足首は後ろへはこうで、前はちょっと硬いで注意しよう。ゆっくりやって、前はここまでですねいけて、このように傾き取れると。付属パーツは開き手が左右分、マインドレスワンの右足。よし、では最後にマインドレスワンを組み上げていく。これは仕様なのか、もしくは外れを引いたのか分かりませんけども、左のこの部分がちゃんと閉じませんね。右の部分はしっかりひっついているんですけども、ちゃんとつけてはいると思うんですけども、隙間が生まれます。はい、組み上がりました。いや、どちゃくそかっこいいな、これ。ビルドフィギュアの名に恥じぬボリュームなんですけど、関節の保持力も良好で、どこか緩いっていうところもなく、非常に遊びやすい感じです。ではまず頭部の方から見ていきましょう。このエフェクトパーツはこのように簡単に取り外しができます。いや、かっこいいな。これは目と呼んでいいのかわからないですけども、この目に当たる部分がね赤く塗装されていて、奥になんか光沢ある感じになっていて、なんかロボットのようにも見えなくもないですね。で、先ほど言ったこの肩の部分、隙間が生まれて、気にはなるんですけども、このフィギュアのかっこよさの前にはもう些細なことです。デザイン的にはシンプルに見えるんですけども、目を凝らしてみると各部非常によく作り込まれているんですよね。岩のような肌のような造形で、このひびとかも細かく作られていて、で塗装の方もね、表面各部うっすらと茶色い塗装が施されていて、これがリアル感を醸し出している。このどっしりした足と足首のおかげで設置性は抜群。マインドレスワンズ、ダークディメンションに住み、戦闘と破壊を繰り返す。
可動範囲いきましょう。まずは頭部、上はここまでいけて、下はここまでですね。ぐるりと一周はちょっとできないかな。このように傾きも若干取れると。肩および上半身は、肩水平はここまでいけて、ぐるりと一周回り、二の腕、この部分だけ別パーツでこんな風に回転する感じですね。で、肘は一重ですね。ここまでいけて、で、肘自体でこのように可動でき、手首はこんな感じでぐるりと回ると。胴体の方は接続箇所はここ一つで、それを踏まえて後ろへはここまでいけて、前はここまでいけますね。で、ボールジョイントですね。ぐるりと一周回れて、このように角度つけれると。下半身の可動は、足前はここまでいけて、後ろはここまでかな。股割りできて、主にロール、膝ここまでですね。で、膝自体でこのようにぐるりと可動できて、足首後ろはこうで、前はこうで、このように傾き取れると。サイズ比較、フィギュアツ仮面ライダー真骨頂新1号とマーベルレジェンドアイアンスパイダーマンコミックバージョン。はい、終わります。いやー、楽しかった。遊び倒しましたね。それではまた、バイビー。